こんにちは、ルイカと申します。今回は、表を見やすくする簡単な方法をご紹介いたします。Excel で表を作成したとき、罫線をこちらの格子にして、すべて同じ太さにしていませんでしょうか。この状態でも悪いわけではないのですが、できれば右のように、同じ分類は細い線、分類の変わり目を太い線にすると、より見やすくなります。見やすくするため、もともと表示されている枠線は非表示にしています。この線の太さを変える作業を手作業でやろうとしますと、分類の変わり目を探して、セルを選択して罫線を引くという操作を繰り返すことになりますが、そのようなことをしなくても、Excel の基本的な機能を組み合わせるだけで、何万行の表でも簡単に右の表のようにすることができるのです。作業の大まかな流れとしましては、分類順に並べ替えをして、全体的な罫線を引いておく。区切りの罫線を引きたい行にif関数で印をつける。フィルターで印をつけた行だけにして、区切りの罫線を引く。になります。順番にご説明いたします。まずデータの並び順ですが、分類ごとに区切りの罫線を引きますので、分類ごとに並んでいることが前提になります。もし並んでいない場合は分類順に並べ替えてください。この後、分類の変わり目ごとに区切りの線を引きますが、その前に全体的な罫線を引いておきます。表全体を選択して、セルの書式設定の罫線を開きます。ここでは、表の内側の線を一番細い実線にします。表の外枠は通常の実線で良いのですが、今回は解説用に見やすくするため、少し太い線にします。これで、外枠は少し太い実線、内側はすべて一番細い実線になりました。次に、分類が変わる最初の行と、それ以外の行を分けるため、if関数で印をつけます。まず、表の右端の隣の列に適当な名前のタイトルを追加します。タイトルを追加しましたら、データ1行目に、現在の行の分類と、一つ上の行の分類が違っていたら1、同じなら0を返すif関数を入力します。こうすることで、各分類の一番最初の行は1、それ以外は0で判別できるようになります。入力しましたら、そのセルをコピーして、表の一番下まで貼り付けます。一応、目視で何件か分類の最初の行が1になっていることをご確認ください。次に、表全体にフィルターをかけます。そして if 関数を追加した列を1だけにして、各分類の最初の行だけが表示されるようにします。各分類の最初の行だけになりましたら、表全体を選択して、セルの書式設定の罫線タブを開きます。ここで一番上の水平線と、内側の水平線に、少し太めの実線を引きます。もし、内側の水平線がない場合は、一番上にのみ、線を引きます。一番下の線は変更しませんのでご注意ください。フィルターを解除すると、分類の変わり目に実線が引かれています。目印に使用した if 関数の列は不要ですので、列ごと削除します。列の削除が難しい場合は、if 関数が入っているセル全部を選択して、デリートで if 関数を削除。罫線の設定で、水平方向をすべて、なし、にしてください。これで完成です。これで完成ではありますが、もう少し見やすくしてみます。先頭行を区別する if 関数がある状態で、先ほどは先頭行だけ表示して、罫線を引きましたが、逆に、0を指定して、先頭行以外を表示します。これで先頭行以外が表示されていますので、この状態で分類の値を選択して、文字の色を白にします。フィルターを解除しますと、分類の先頭の行だけ分類名が表示されて、分類のまとまりが認識しやすくなりました。文字は見えてはいませんが、データは残っています。文字を白にするのではなく、デリートキーで先頭行以外の分類名を消しても同じようにすることができますが、もし、この表を使ってデータ処理をするのであれば、値は消さないでおいた方が良いです。また、データ処理をする場合は、文字の色を元に戻してからの方が間違い防止になると思います。これでだいぶ見やすくなりましたが、同じ分類の罫線が気になりますので、これを消してみます。これを消すには、2段階作業が必要で、まず、フィルターで先頭の行だけにして、分類の範囲を選択、書式設定の罫線で、下の罫線をなしにします。次に、
フィルターを戻し、先頭以外の行を表示させます。先ほどと同様に分類の範囲を選択して、書式設定の罫線で、今度は上の罫線と内側の水平線をなしにします。これでフィルターを解除しますと、同じ分類は文字も罫線もなしになりました。分類の件数によっては、一番下の罫線が消えることがありますので、その場合は手作業で罫線を引き直してください。今回の例ではデータが47件しかありませんでしたが、同じ手間で何千件でも何万件でも同じ結果を得られますので、ぜひ試してみてください。作業手順は以上ですが、考え方について簡単に解説いたします。フィルターがかかっている状態で書式設定をすると、表示されているセルに対してのみ書式が設定されます。ということは、罫線を引きたい行だけがフィルターで表示されている状態になればよい、ということになります。今回の場合、分類が変わる最初の行に上罫線を引きたいので、分類の最初の行にフィルター抽出用の目印があれば良いことになります。分類が変わる最初の行とは、現在の行の分類と前の行の分類が違う行になりますので、if 関数を使って現在の分類と前の行の分類が違っていたら1、それ以外は0の if 関数を作り、分類最初の行に印をつけます。このように、この状態になるにはどのようにすればよいかを最終状態から逆算で段階的にたどっていくことで、一見できなさそうなこともできることの積み重ねでできるようになっていきます。もう一つ例を出してみます。罫線を引きたい分類が1段階だけでなく、大分類、中分類のように何階層かある場合は、それぞれの階層の変わり目で罫線を引くと見やすくなります。先ほどは地域の中に都道府県と2段階でしたが、こちらの表は地域の中に都道府県、都道府県の中に市町村と3段階になっています。こちらをこのようにしてみます。では作成いたします。まずは大分類、地域ごとに罫線を引きます。これは今までと同じ手順ですので省略しますが、if 関数で地域が前の行と変わる行に1、それ以外を0の列を作り、フィルターをかけて上罫線と内側の水平の線を引きます。地域の罫線を引きましたら、フィルターを解除します。解除しましたら、地域の変わり目に太い線が引かれていることを確認します。次に、中分類、都道府県用の if 関数を追加しますが、地域の if 関数はもう不要ですので、決して同じ列に追加しても、もう一列タイトルをつけて都道府県用の if 関数にしても、どちらでも大丈夫です。都道府県の最初の行を1にしますので、if 関数はこのようになります。前の行の都道府県と違っていたら1、それ以外は0です。1行目の if 関数を最後までコピーして、フィルターで都道府県の最初の行だけを表示します。次に罫線を引く範囲を選択しますが、大分類の時は表全体でしたが、今回は都道府県から右端までの罫線を引きたいので、都道府県の列から右端の最終行までを選択します。都道府県のタイトルセルをクリック、コントロールとシフトを押しながら、右矢印、下矢印で選択すると楽です。この範囲で、上と内側の水平の罫線を引きます。罫線を引くとこのようになります。フィルターを解除して、if 関数の列を削除すれば完成です。同じ分類の文字を白、罫線をなしにすると、このような感じです。ちゃんと変わり目に罫線と先頭の分類名が表示されていますね。文字は白にしているだけですので、いつでも元に戻せます。今回は大分類を左端から右端までの罫線、中分類をその列から右端までの罫線で設定しましたが、必ずこの形にしなければならないわけではなく、大分類、中分類、小分類ごとに線の太さを太い、通常、細いにして強弱をつける。分類が変わるごとに背景色を変える。前と同じ分類名の時は文字の色を白くして罫線を引かないなど、いろいろな方法で表を見やすくすることができます。この if 関数で目的の行に印をつけてフィルターで抽出、書式などを設定する方法は単純ですけど、とても応用範囲が広いです。今回は分類の変わり目に罫線を引きましたが、
売上が何万円以下のセルに色をつける、不要な行を削除する、というような使い方もできたりします。値が変わらない表に色をつけたいだけであれば、条件付き書式を使わなくても、この方法で実現できますし、印をつけるif関数も、ANDやORを使ったり、ネストさせることで、より複雑な抽出をすることができます。このように、if 関数とフィルターという、Excel の基本的な機能だけでも、使い方次第でたくさんのことができますので、ぜひ色々と試してみてください。それでは、長くなりましたが、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。チャンネル登録と高評価を押していただけますと、とても嬉しいです。